はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。エンペラー、カップページ、ペンタクス7、忍者逆、戦車逆、ソード3、ワンド5。気をつけることで対策はワンドキング逆、ワンドページ逆、オラクルはワンドの9です。興味深い。はい、星の話先にさせていただきますが、2月の18日から太陽が魚座に入るということで、獅子座の皆さんにとっては見えない世界からの恩恵が波動として空気感としてものすごく入ってくるっていう時なんですね。でこの時っていうのは本当に外側の世界じゃなくって内側の世界で自分の感覚がどれだけ肥やされているかによって感じる幸せ感、幸福度とか愛情っていうのはすごく変わると思います。でありがちなこととして言うと、マイナスに出ると自分は役に立ってるんだろうかとか、自分はなんか誰かに評価されてるだろうかみたいなことをすごく気にする。誰かからのなんか、評価や自分の存在価値っていうものを非常に気にしやすくなるっていうのがあるんですけど、これがプラスに感じられるとものすごく自分が受け入れられているとか、ものすごく自分が応援されているとか、うわこんなにも愛されていたみたいなことを感じたりということで、真逆のことを言ってるように感じるんですけど、どちらも実は同じエネルギーなんですね。ご自身の気持ちや体感が閉じてるとなんていうかな、他者にどう思われてるんだろうって感じになるんですけど、自分の感覚が開かれてるとものすごく愛を感じるとか、すごい評価を感じる。評価というか自分自身も自分を信じられるし、自分が誰かに何かをしてあげたいとか、もうなんなら見えない宇宙のエネルギーがものすごい自分を生かしてくれてるみたいなことを感じやすい時なんですね。ですのでとっても応援されてます、星的には。で2月24日から火星が巡行に戻るということで、ようやく何かね、これまでなかなか進まなかったことっていうのがだんだん進み始める、だんだん解決してくるよみたいな感じの流れではあるんですが、それもちょっと獅子座の皆さん分かりにくいんですよね。自分が今頑張ってることっていうのがどのように現実を作っていくのかとか、どんな風に役に立っているのかっていうのが見えない、つかめない、証拠として出てこないみたいな感じがあるんです。例えば対人関係においても、あの人は自分のことどう見てるのかなっていうのって推測でしかないじゃないですか。その人の気持ちはその人にしかわからないわけだから、自分がどうその人を見てるかによってその見え方って変わってくるんですよね。で自分が信頼されてるとか大事にされてるっていうのは自分の心で感覚で受け取るしかなくって、情報とか証拠探しをしてもなかなかそれは難しいんですよね。なんかそんな感じで自分が今頑張ってること、ものすごく頑張ってると思いますよ。めちゃくちゃ頑張ってると思います。それうまくいってると思うんですけど、それがどんな風に自分の未来につながってるのかっていうのが全然見えませんって感じでカードは言われてるんですね。でも星で見ても結局見えない時なんです。感じるしかない時なので、そこを心の目で見てみてねって、心の目で感じてみてねっていうのがメッセージですかね、今の。そして、ヒントとしては、例えば2月25日ぐらいって非常に何かイマジネーションっていうか直感が冴える時なんですよね。だから何かピピッとひらめくとか、そういうことかっていうのを思ったりするので、どんなメッセージを自分が宇宙から受け取るかっていうことを楽しみにしててください。自分が何か今必要な自分へのメッセージだったり、答えが欲しいことだったりっていうのを、宇宙に投げかけておくと、もしかしたら25日ぐらいにはってなんかいろんな情報を通して気づくかもしれないので、これ一つのゲームだと思ってね、やってみてくださいね。そしてどんなメッセージ受け取ったのかよかったらコメントでも教えていただけると嬉しいです。そして2月28日が新月になります。
でこの新月は結局魚座で起こる新月なので、本当に感情的ななんかこう癒しが起こりやすい時なんです。昔の嫌な記憶だったりとか許せない気持ちだったりとか、そういうのが解けていくよっていうことで、トラウマの解消とかもいいですし、自分に優しくしてあげようっていうふうになるのもいいですし、自分の夢をもっと大事にしようっていうものもいいと思います。そういう要するに見えないエネルギー波動っていうものが非常に今届いていて、特に獅子座の皆さんはそれを見えない感覚で受け取る時なので、届いてますよってことを感じてみてくださいね。でさっき言ったみたいに今すごく頑張ってると思うんです。何かを誇りを持って自信を持って取り組んでいることがあると思うんですね。でそれとっても素晴らしいことなんですけど、自分でそれがうまくいってるとか、今その努力していることっていうのが将来的な自分にどんな風につながるかっていうのがいまいち見えないって感じだと思うんです。でも見えなくてもちゃんとトンネルを今その道が見えないところでちゃんと掘られてますよって、道はちゃんとできてますよって言いたいんですよね。まだ表にただ上がってないだけで、ちゃんと水面下ではその道っていうのはできてますよって思います。でもそれは見えないからこそ時に不安になったり、なんか私やってたことって全然ダメなんじゃないかと思ってみたり、もっと違う方向でやらなきゃいけないんじゃないか、もっとこっちも入れなきゃいけないんじゃないかってエネルギーが分散しやすいっていう感じで出てるんですけど、とにかく今やってることっていうのは必ず何かにつながると信じてやってみてください。もうワンドってことでね、エネルギーはちゃんと見えないトンネルを掘り続けてます。ちゃんと掘り続けてます。なので何もしてないことはないです。もっとこっちの方法がとか思うかもしれないけど、とにかくそれやり続けてくださいって感じがします。自分を責めることなくやり続けてください。まだ自分はひよっこでとか、まだまだ全然できないんですとかっていう感覚あるかもしれないんですけど、それでもいいです。そのことに携わる、自分が決めたことをやる、それだけで十分進んでますので、もうとにかく十分やってるし十分進んでるよっていうことを声を大にして言いたい感じがします。なんか例えばお金を稼ぎたいと思ってらっしゃる方であれば、単純にこんだけのことしたからこれだけお金もらえますっていうのは分かりやすいですよね。でどれだけお金が入ってきたかによっては今月いっぱい仕事したなみたいな思うかもしれないんですけど、この今のこの時期のエネルギーっていうのはダイレクトにはいこれだけしたからこれだけもらえますみたいな、そういう感じじゃないんですよね。自分がやってるエネルギーっていうのはここからどんどん肥やされていって、見えないところで浸透していって、どんな風にここから芽が出てくるかわからない。でもすごくそれは豊かなことみたいな感じなんです。でもそれが見えないしわからないし保証もないから、これで合ってるのって言いながらいろんなことをやりたくなるっていう感じなんですけど、カードはちゃんと今届いてますから大丈夫ですっていう感じで言われてるなと思ったんです。だからまだまだダメだって自分で思わないでねって感じ。ちょっとそれを踏まえた上で仕事のことを見てみましょうか。仕事、カップの6、ペンタクルスキングジャッジメントということで非常にいいですよ。仕事、自分ではいやまだまだって思ってたとしても仕事運いいですし、仕事を通して満足することがある。そしてやっぱり仕事を通してもその上司だったりとか先輩だったりとかの評価高いですよ。今この星の時期ってね、自分が思ってる以上に評価されやすい時なんです。実はね、すごく応援が来てる時なんです。でも自分だけがその証拠が見えないっていう感じなので、今カードで見て仕事っていうので見ても非常に高い評価を得てるって感じがしますし、それを何らかの形でなんか言われるんじゃないですかね。頑張ってくれてるねとかかもしれないし、もしかしたらちょっとした寸志が出るのかもしれないし、仕事を通して満足感ありますよというふうに言われています。そしてジャッジメントのカードも出てるので、何かここまで続けてきたことが実を結ぶみたいな、何かここまで続けてきたからこそ生まれるものがありますよって感じで言われています。とてもいいですよ仕事。はい、ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係はどのようなね直感も開かれていますけれども、2月25日あたりっていうのは特に人を通しての何か気づきが大きいんじゃないかなって思うんですよね。だからなんかそれ関係あるんじゃないかなとちょっと思いますけど、
人間関係ね。ビクトリーということで、ワンドの6とカップ9とクイーン、ソードのクイーンということで、人間関係においても非常に恵まれています。やっぱりご自身が感じている以上に評価が高い時だと思っておいてください。なので他者からの応援とか他者からの称賛のなんかエネルギーが来てるって感じがしますね。でもご自身はそんな別に私なんかそんな票を褒めてもらうほどのことしてませんけどみたいな感じがあって、ご自身は非常にクールなんですよね。でも周りは非常に温かくその獅子田さんの努力や行動っていうものを評価してるって感じがします。なので人間関係も何かこちらが遠慮せずに獅子田さんが遠慮せずに何かお話ししていけば非常にそれはなんかこう手応えを感じるんだと思うんですね。ああちゃんと分かってくれてたとか、ちゃんと伝わったみたいな感じがあると思うのでいいと思いますよ。なんかこう一対一で向き合ってすごく溶けているみたいな感じではなくって、自分のその頑張りやその葛藤っていうものをちゃんと他の人は分かってますよみたいな感じがしました。どうですか？なんか伝わってますかねなんか伝わりましたという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。はい、どうですかこのカード。このカードを見て何かしら感じることがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんてすがすがしいカードなんでしょう。 Moving on Letting go、 もうそのまま行ってみたいな感じじゃないですか。自由って感じでね、この白い鳩が鳥かごから出て自由に羽ばたいている、行っていいんだよみたいな感じで、なんか今やってることっていうのは本当に自分の将来に対して、もしくは今すぐのねこう自分自身を解放する術になるんじゃないかなと思います。それがまだ見えなくてもです。そんな感じでここまでにしておきたいと思います。ということでありがとうございました。また次回3月2日までに次の動画をアップしたいと思います。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。